食事の席で乾杯をするとき、グラスの当たる回数について考えたことはありますか？ N 人で乾杯する場合、どの2人も1回ずつグラスを当てるとすると、全部で NC2 回、つまり N×N-1 割る2回グラスが当たることになります。では、グラスの配置を工夫することで、この NC2 回の乾杯を全部一度に済ませることはできるでしょうか？これを数学の問題にしてみましょう。まずグラスを無限に長い円柱と仮定します。はい、これが無理のある仮定だということはわかります。ですが、本物のグラスや有限の円柱で考えるのは難しすぎるので、今回は目をつぶってください。3次元空間の中に同じ太さの無限に長い円柱を配置して、どの2本も互いに接するようにします。このような配置ができる本数の最大値を、ここではシャンパングラス数と呼び、C で表すことにしましょう。さて、C の値は一体いくつなのでしょうか？これはリトルウッドという数学者が1968年に提起した問題で、2025年現在未解決です。最初の大きな進展が得られたのは2005年で、ベズレックにより C が24以下であることが証明されました。その後、2013年にボゾーキ、リー、ロニャイの3人が7本の円柱の配置を発見し、C が7以上であることが判明しました。私は今年の春頃に新しい手法を発見し、C が18以下であることを証明しました。その後、同じ手法に基づいて MIT のディロン氏、ルオ氏と共同で研究を進めることで C が10以下であることまで証明することができました。そういうわけで2025年現在、シャンパングラス数は7、8、9、10のどれかであることが分かっています。概要欄に論文へのリンクを貼ってあるので、興味のある方は見てみてください。ここからは証明の概略をお話ししたいと思います。説明の都合上、この動画では C が18以下であることの証明のみを説明します。大学で学ぶような概念も出てくるので、全てを説明することはできませんが、雰囲気だけでも感じてもらえれば嬉しいです。まず最初に平行な2つの円柱があるようなパターンを除外します。平行な円柱があったとすると、残りの円柱はそれらの両方と接する必要があります。この場合、どんなに頑張っても円柱は4本までしか配置できないことがわかります。これ以降はどの2つの円柱も平行でないと仮定して話を進めます。それから問題を少しだけ言い換えておきます。2つの円柱が互いに接することは、それらの軸の間の最短距離が円柱の半径の2倍になることと同値です。ですからこの問題は円柱の代わりに直線を配置して、どの2本の間の距離も同じになるようにすることと、本質的には同じです。これ以降は直線の方で考えることにしましょう。さて、空間内に N 本の直線 L1 から Ln があり、どの2本の間の距離も1であると仮定します。直線には適当に向きをつけておきます。2本の直線 Li と Lj に対して、それらのカイラリティという値をこんな風に定めます。2本の直線が上を向くような方向から見たとき、手前側の直線が左下から右上に向かっていればプラス1、右下から左上に向かっていればマイナス1という具合です。このカイラリティの情報はグラフというものを用いると分かりやすく図示できます。離散数学の分野ではいくつかの頂点を辺で結んだ構造をグラフと言います。今回使うのは N 個の頂点を持ち、どの2つの頂点も辺で結ばれているグラフ、すなわち N 字の完全グラフ Kn です。N 本の直線を Kn の頂点と対応させ、それらの間のカイラリティを辺の色で表現します。赤い辺はカイラリティがプラス1の組、青い辺はカイラリティがマイナス1の組を表します。ここで最初に直線の向きを適当に決めたことを思い出しましょう。この時、一つの直線の向きを逆向きに取り替えると、その直線に関するカイラリティはマイナス1倍になります。グラフの言葉で言えば、その頂点につながっている辺の色が赤から青に、青から赤に変化します。これをスイッチングと言います。直線の向きの決め方を変えることで、直線を動かさずにカイラリティを変化させることができるわけです。さて、今回の証明の鍵となるのが次の命題です。実はカイラリティを表すグラフには同色の傾語が決して含まれません。つまり、5本の直線であって、どの2本の間のカイラリティもプラス1、あるいはマイナス1であるようなものは存在しないのです。一旦この命題を認めた上で、
C が18以下であることを証明しましょう。配理法で示します。C が19以上だと仮定します。つまり L1 から L19 までの19本の直線が存在して、どの2本の間の距離も1になったとします。直線にうまく向きをつけることで、直線1と他の直線の間のカイラリティは全てプラス1であると仮定してよいです。この時、カイラリティのグラフにおいて、頂点1につながる辺は全て赤になっています。ここで次の事実を使います。実は完全グラフ計18の辺を2色で塗り分けると、必ず同色の計4が含まれるのです。これはラムゼーの定理という古典的な定理の特別な場合に相当します。この定理を頂点1以外の部分に適用すると、ここに同色の計4が存在することになります。もしこの計4が赤なら、頂点1と合わせて赤の計5が得られるので、先ほどの命題に矛盾します。もしこの計4が青なら、頂点1でスイッチングすることで青の計5が得られるので、やはり先ほどの命題に矛盾します。以上で C が18以下であることが証明できました。では先ほど保留した命題の証明に移りましょう。直線 L1 から L5 があって、どの2本の間の距離も1であると仮定します。直線 Li の上の点 Pi を取り、その点の1ベクトルを Wi とします。また、直線 Li の単位方向ベクトルを Vi とします。そして、Wi と Vi の外積を Qi とします。すると、2本の直線の間の距離が1であることは、このような式で表すことができます。ここで、どの2本の間のカイラリティもプラス1になったと仮定しましょう。すると、右辺はこんな風に綺麗な形になります。ここからは大学で学ぶ線形代数の理論を使います。先ほどは i と j ごとに等式を書きましたが、これは一つの大きな行列の等式として表すことができます。これらの行列から定まる固有値という値を比較します。左辺はグラム行列というタイプの行列で、負の固有値が3つ以下になります。一方で右辺の行列については、少々複雑な計算をすることで、負の固有値がちょうど4つあることが証明できます。これは矛盾しているので、カイラリティが全てプラス1という仮定が間違っていたことがわかります。このようにしてカイラリティのグラフに赤の計5が含まれないことが証明されます。青の計5が含まれないことも同様に証明できます。以上がシャンパングラス数が18以下である証明の流れです。ちなみに C が10以下であることを示すには、先ほどの証明で計4を使った部分にこれらのグラフを追加します。そして計10の辺を塗り分けると、これらのグラフのどれかが必ず含まれることをチェックします。このチェックは膨大な数の場合分けになるので、コンピューターの力を借りています。コンピューターを使わない証明は現在模索している最中です。また、高次元空間への拡張なども興味深いテーマだと思います。この動画が面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次にどこかで乾杯をするとき、ぜひこの話をしてみてください。